はい、どうも、イムルタです。今回は毛彫りタガネを使った練習方法の解説になります。この動画は彫金師のイムルタがお送りします。動画制作継続のために高評価、チャンネル登録、また感想のコメントなどどしどしお書きくださいませ。よろしくお願いします。でね、今回の練習方法っていうのは、練習方法でもあるんだけど、この刃の入り方っていうのが、ピンとこないよと。まだやり始めたばかりで、刃の入り方ってピンとこないなっていう方に一番おすすめの練習方法となります。で、過去に、毛彫りタガネでね、直線を彫るよっていうような動画を上げているんだけれども、それとは今回違ってこう直線をこう彫るのではなく、とりあえずね刃を入れてこうめくり上がらせるっていうのを練習することになる。でとりあえずまっすぐかどうかっていうのはまずはどうでもいい。で横にこう並べていく。で太さを少し変えるような感じで他にも刃をこう入れていきますと、でまずこの練習をすると何がいいかというと、こう刃がね今持っているこのタガネがねどういう角度で刃が入るのかなということと、とりあえずこの彫ってねとりあえずこの姿勢をちゃんとできてるかなということがポイントになります。で慣れてきたらこいつの横にこう掘り入れて、さらにこの間に掘ると。でこの掘るのを同じ長さにしたいとかそういうのはまだ考えなくていい。まずは最初は慣れてきたらそういうのを自分でね考えて練習してもいいと思うけれど、まずはそういったことは考えなくていい。とりあえず同じところで止める。太さとかどうでもいいから、まずは同じところで止める練習。長さを揃えるとかそういったこと、深さを揃えるとかそういうのはもう後でいい。まずはね刃の入り方もわからない状態でそういう練習はできないので、やったところでできないからね、できないっていうのだけが先に勝っちゃって練習のモチベーションが下がるので、まずはこの三角形の形がどうだろうともうクソどうでもよくて、まずはとにかく掘る。細くても太くても何でもいいから、とりあえず掘って同じ位置、大体同じところで止める。でこの横線を引いてそれに合わせて掘りましょうっていう方いらっしゃるかもしれないけど、まずね最初にそれはね意味がないとわしは思ってる。だったらまずはこの掘り味っていうのを自分の中でこういうタガネなんやな、まずはこういう掘り味っていうのは自分の中でこういう感じなんですねっていうのを覚えるために、最低限こう1個のタガネにつき10回ぐらいはやっていいと思う。10回とか全然ねそんな時間かかるもんじゃないんで別にそんな大変じゃないと思う。でそういう形、この掘った時の形がどうだこうだっていうのはそういうのに慣れてから練習をします。で過去の動画、直線彫りの時とかも話しましたが、
こういうね、掘った時にこの隙間ができるでしょ。さっきのこれとかもそうだけれども、この隙間に掘ってみる。この隙間に掘るっていうのをひたすら練習すると、狙ったところに到着させるみたいなのが身につきやすい。だからこの何もないところにまず掘る。まずは何もないところにとりあえず掘る。まずはね。で、刃の入り具合を確認する。で、次にもう太さとかクソどうでもいいので、とにかく掘って同じぐらいのところで止める。で、繰り返す。これ別に失敗しても何でもいいです。で、何個か練習したらこの隙間ができるので、この隙間にめがけて掘る。次はこの隙間、これとこれの間に掘るっていうのを繰り返す。こういう感じで増やしていく。で、慣れないうちはこのとにかくパワーで叩き入れようっていう癖が最初はつくと思うので、刃が欠けます。で、それでこうやったら刃が欠けるんやな、もうちょっと丁寧に叩こうみたいになるんで、そうするとどのぐらいの強さで叩いたらいいかっていうのがなんとなく分かってきます。分かってきますで、もう絶対的な正解が分かるまでとか特にないんで、これぐらいの強さで叩いたら刃が欠けずにこんぐらい深くね掘れるんだなとか、強く叩いていいんだなとか、そういうのが分かるようになりますと。で、今度はここの隙間、これ短い方がこの練習はやりやすい。まずこう突き刺すぐらいの感覚で掘る。っていう感じで掘っていく。で、それに慣れたら今度は長さを調節するように掘る。で、ポイントはこのめくり上がったものがめくり上がったこの爪の長さっていうのが整えられるようになると、刃の入り方っていうのを自分で調節できるように。例えばこれで入って、こうやればなんていうの、この詰まったりせずにこの直線を掘るということができるようになりますと。まずはね、この刃の入り具合っていうのを覚えると、直線の掘り方とかそういうのもピンとくるようになります。
で結局これだって直線の掘り始めって考えれば別に全然おかしくないわけで、この長さを調整しましたよっていうこのね、このように横から取るとこういうふうにこう立ってるっていうのも最後にこう毛彫りをねスーッと抜く途中だって考えれば直線の練習にもなるし深さ調節の練習にもなりますと。まあこうやって抜けばいいだけですよ。直線の時はね。あとはここをもう最後スーッと抜けばいいだけなので、まず最初はこの練習。まずはこう刃を立てますと。こう刃を立てる。刃を立ててこう差し込む。直線とかはもうその後でいいと思う。私はね。じゃあ今度はこれの半分の長さでやってみようとか。じゃあ今度はこの間に掘ってみよう。これがまずはおすすめかな。刃の入り方を覚えるっていう意味では。では今回は毛彫りタガネの練習方法の紹介をしました。これは過去に紹介した毛彫りタガネの直線彫りの練習よりもっと前にやるべき一番最初の初歩の練習方法になります。最初にこの練習をするポイントとしては、長さを揃えるや彫った時の彫りの形を揃えるといったような縛りを一切設けないでまずは彫ってみるということが重要です。なんでかっていうと、多分ね、できないことが続くとやる気なくなってしまうので、継続して長く続けるつもりがある方はね、まずはこういった初歩のことからやってみるといいんじゃないかなと考えております。途中で解説した、大体の位置で揃えて線を止めると。で、横線を引いてそれめがけて彫るっていうのはおすすめしないよっていうのも字幕で書いたんだけれども、なんでかっていうと、こう刃を入れて深く入れすぎた時って、なかなか進まないと、目的の位置まで進まないなっていう時にね、無理に刃先を上げたりとか、あとこう力ずくでガンガン叩いたりするとタガネの刃がすぐ欠けます。この練習方法は、この角度で刃が入ったらこういう風に進むんだな、こういう風に刃が入るんだなっていう感覚を身につけるための練習だよっていうのを言った通りなんで、その感覚がまだ身についてない方がね、彫ってる途中でタガネの刃先の角度を修正するっていうのはちょっと難しいんじゃないかなと思う。はい。で、最後に補足の練習を紹介。これね、ミルタガネ、7個タガネで、毛彫りタガネで彫って、この立ち上がったトゲ、爪をね、叩いて丸くするっていうのをついでに練習しておくのもいいかもしれない。尖ったやつね、そのまましておくと、なんかの拍子で刺さったりするんで、もうそれめちゃくちゃ痛いんで気をつけた方がいい。この長くね、立ち上がったやつっていうのは、肩切りタガネとかで、ちょっと平面に綺麗に取れるようにね、練習してもいいんだけれども、個人的には、石止めとかしたい人、こういう7個タガネで整えるっていう作業をするようにはなるんで、この基本の練習をしたついでに、ちょっとこう刃先をね、安全のために後始末で丸めるっていうのを練習がてらやってみてもいいんじゃないでしょうか。で、この7個タガネのね、刃先、毛彫りタガネで立てた爪の先端こう丸めると、どういう距離感で止められたかっていうのが分かりやすくなるんで、そういう意味でもおすすめかな。実際にね、石止めの時にこの石止めに使う爪で一個一個練習します。なんていうと、いかにも実践的に感じるかもしれないけど、失敗しちゃったらね、
元も子もないんで、まずはちょっと練習して、今みたいに指でこうこすってね、尖ってないなと。いい感じに丸くできてる。丸くできてるというか、いい感じに収まってると。で、最後にグリップの部分使って、7個をこうくるくると、クリクリと整えてみるっていう練習に使ってみると、ただのね、こう刃先を入れるだけの練習にとどまらないっていう意味では、ある意味効率的なんじゃないかなと考えております。参考にしたい方はどうぞ参考にしてください。はい。では今回は毛彫りタガネを使った刃先を入れる感覚を養うための練習の紹介でした。今回の動画がいい動画だな、参考になるなって思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また役に立ったよ、参考になったよというようなコメントぜひともよろしくお願いします。ではイムルタでした。ではな。